あ、すみません、救急です。パッドを患者の胸に装着してください。ランプが点滅しているソケットにパッドのコネクターを接続してください。ショックが必要です。患者から離れてください。ショックを実行します。オレンジボタンを押してください。消防は一つ、日本は一つということで、今回は木頭地区消防本部の方に行ってまいりたいと思います。応急手当の指導員、そして私が署員さんからアドバイスを受けている様子と、通報から救命措置までの流れを見ていただきたいと思います。今回は地元のテレビ局、佐賀テレビが私に密着取材をしてくれるということで、とても緊張しております。それでは原曲行ってまいりましょう。こちらが木頭地区消防本部武雄消防署になります。武雄高校生の素晴らしい書道があります。あ、こんにちは。今日よろしくお願いします。武雄消防署の救急係長で救急救命士の井ノ口と言います。バイスタンダーといって近くに居合わせた人に対して応急手当を我々教えるんですけど、今日小田さんが受けてもらうのは応急手当指導員という応急手当をする方に対して指導をする、そういう講習会。私は清志郎と申します。もともと消防職員をしていたんですけども、今は退職して日本消防を応援する授業を行っております。今回、応急手当とは何ぞやということと、実際のやり方について教えていきたいと思います。倒れている人を認識しました。そしたら、周囲を見て、周囲の安全よしと言って近づくようにしました。安全を確認したということで、一番最初に何をするかというと、反応の確認をしてください。まずは肩を叩きながら、小さな声からしていきましょう。大丈夫ですか？大丈夫ですか？大丈夫ですか？周りを見てですね、誰かすいません、人が倒れてます。誰か来てください。はい、どうされました？ありがとうございます。今人が倒れてて緊急事態ですので、今そのオレンジ服の方、あなた119番通報してください。はい。でそこの紺色の服の方、AED を取ってきてください。はい。じゃあお願いします。はい。といった感じで協力者が2人来たときは、119番通報と AED の手配をそれぞれ同時進行でやってください。ここで大事なのはですね、もっと5人とか6人とかもう10人、20人いる時もあります。その時はですね、すみません、誰か119番と AED 番持ってきてくださいって言ったらですね、やっぱ人間の心理として誰かしてくれるやろうというふうになってしまいますので、今服の色が違いますので、誰に頼んだかっていうのを明確するのが大切です。その次にこの方が呼吸をしているかどうかというのが大切です。普段通りの呼吸っていざ考えてみたらどんな呼吸やろうというふうになると思いますので、今ちょうどお二人ですのでお互いに見てみましょう。もう何も考えずに普通に呼吸をしていてください。今ここのお腹の方がこう上がってますよね。これが普段通りの呼吸です。で、栗山さんちょっと息を止めてもらっていいですか？はい、ありがとうございます。呼吸が停止している状態ということになります。あるかないかの間のわからない。そしたらもうそのわからないはもう呼吸が止まってると判断していいですよっていうところを教えるようにしてください。今普段通りの呼吸がないということで判断しましたので、胸骨圧迫で押す位置はですね、胸のこの下半分と言われています。押し方ですけども、片手をまず添える、その上にまた手を重ねる、手のこの付け根の部分、ここを当ててください。でですね、この膝をですね、ここにしっかりとつけて、この手が体に対して垂直になるように押しましょう。で手はですね、しっかりこう伸ばす。向こう側の脇とかを見ると自然に垂直になりますので意識してみましょう。押す深さはですね、約5センチと1分間に100回から120回のペースで強く、早く、絶え間なくという合言葉のもとやってみます。じゃあ1回やってみます。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。ではやってみましょう。はい、ありがとうございます。まずはしてくれてありがとうございます。じゃあそのままちょっとその体勢をとってもらっていいですか？今ですね、もっと修正した方がいいポイントがいくつかあります。一つずつやっていきましょう。まずですね、この膝をここにちょっと当ててみましょうか。はい。腕が体に対して斜めになってますので、ここを見るような感じにしましょうか。そしたら今自然とですね、垂直になってます。あと一つですね、押した後にしっかりこう戻すことをイメージしましょう。そうです、そうです。はい、OK です。素晴らしいです。とても綺麗な
胸骨圧迫になりました。で、最後のですね、この戻すっていうのがとても大切で、心臓をですね、グッと押した時に血液が全身に巡ります。で、離した時に心臓の中に血液がまた溜まって、それを繰り返して全体に血流を送るので、自転車の空気入れと一緒で、下で何回してもなかなか溜まりませんので、しっかり上げる、リコイルと言いますけども、それをしっかり意識すると有効な胸骨圧迫になりますので、そこを意識してみてください。素晴らしいです。はい、OK です。素晴らしいです。そしたら続いてこの小児の心肺蘇生の方に入っていきたいと思います。成人と小児で大きく違うのは人工呼吸の大切さです。小児の場合多いのは窒息であったりとか溺水であったりとかいうことが比較的多いので、人工呼吸というのが小児の場合は特に重要なんだということを覚えておいてください。頭部を後屈させて顎先を挙上させます。で、鼻の穴をつまみます。同じように1秒に1回で胸が上がる程度で、吹き込み回数は2回までとします。小児の胸骨圧迫ですけども、押す位置は胸の真ん中で、さっき成人の場合は5センチと言いましたけども、胸の厚さの3分の1が沈む程度で、同じように両手でしてもいいですし、体格に応じて片手でしても大丈夫。自分の子供がですね、こういう風になった時にやっぱ胸を押すっていうのはとても怖いことだと思います。しかしですね、怖がらずにしっかり押すことが救命につながりますので、子供であろうと赤ちゃんであろうとしっかりと胸を押すということが大切ですので、そこだけ覚えておいてください。小児に関して一番大事なのは人工呼吸の大切さ、そして子供だからといって躊躇せずにしっかりと押す、この2点をしっかりと覚えておいてください。次は乳児の場合ですね。1はですね、乳頭と乳頭を結んだ線、これから少し下になります。で、指2本を使って行います。これで真上から胸の厚さの3分の1が沈む程度、このくらい押していきます。もう一つのやり方が両手で包んでですね、この親指で先ほどの位置に指を置いてで押す、そういうふうなやり方もあります。これも30回しっかりと強く早く絶え間なく行ってください。皆さんが住まれているこの木頭地区消防本部というのは119番通報をして口頭指導の時にですね、電信音を鳴らしていただけるんですね。ピッ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 というのが救急隊が来るまで鳴り続けます。ですので100回かな120回かなということで心配することなくですね、自信持ってやっていきましょう。シャーバス TV。それでは AED の使い方について説明します。AED をまずかけるとこの時点で電源がつくタイプもあります。これはそのタイプではないのでボタンがありますので、そこのボタンを押します。聞いててください。パッドを患者の胸に装着してください。ランプが点滅しているソケットにパッドのコネクターを接続してください。というふうにここでもう指示がありました。貼る位置はここに書いてありますので、そこで貼っていきます。貼るときはもうしっかりと貼ってください。で、このソケットを接続します。ショックが必要です。充電中です。患者から離れてください。ショックを実行します。オレンジボタンを押してください。で、押すときに必ず何かに触れていないかを確認してください。ショックが完了しました。ショックをして終わりじゃなくて、ショックをしたらすぐ心臓マッサージと心臓マッサージ、人工呼吸をしてくださいというふうに言われています。シャーバス TV。はい、それでは私が実際にここに倒れている方がいらっしゃるという想定で、発見から救命措置をするまでの流れを一連で見ていただこうと思います。消防本部さんの許可を得てですね、実際に119をします。で、それをスピーカーモードにしてお伝えするので、皆さんもそれを見て、あ、こういうふうに進むんだということを分かっていただければ嬉しいです。久しぶりですね、抜けがないかちょっと緊張しておりますけども、一歩踏み出すことが大事ですので、ご覧ください。シャーバス TV。あ、人が倒れてる。周囲の状況よし。大丈夫ですか？大丈夫ですか？大丈夫ですか？反応なし。すいません。誰か人が倒れてます。この方が倒れててちょっと緊急事態なので、近くに AED があったと思うので、それを持ってきてもらっていいですか？わかりました。119番通報。呼吸の確認。はい、119番消防です。火事ですか？救急ですか？あ、すいません、救急です。救急です。はい。救急車が必要な場所をお願いします。はい、武雄市の武雄消防署内です。武雄消防署ですね。
はい。はい、わかりました。救急車必要な方、意識、呼吸ありますか？意識ないです。はい、呼吸ありますか？胸とお腹の上がり下がりを見てほしいんですけども。呼吸もなくて、はい、もう今、胸骨圧迫をしています。わかりました。ありがとうございます。それ今、床の上でされてますかね？硬いところで。はい、そうです。はい、わかりました。心臓マッサージの方法わかりますか？はい、わかります。はい、そしたらですね、このリズム、今聞こえますかね？あ、聞こえます。はい、このリズムでですね、肘をしっかり伸ばしたまま、手の付け根で真上から真下に垂直に押してください。はい、わかりました。はい、約押す深さは3センチ1個分ですね。5センチの深さでこの音に合わせてしっかり押してしっかり離します。はい。はい、今あなた一人ですか？今、私一人だったんですけど、一人協力者が来てくれて、はい、で、その方が今ちょっと AD を取りに行ってもらってます。わかりました。心臓マッサージきついので、なるべく交代してください。はい、わかりました。はい、その方年齢何歳ですか？20代ぐらいだと思います。？20代、男性、女性。男性です。男性ですね。はい、わかりました。心臓マッサージきついと思うんですけども、しっかり押してください。はい、わかりました。はい。このままですね、救急隊が到着するまで電話をありがとうございます。つなげておきますので。AD 使えます？はい、使えます。わかりました。今、AD が到着しました。到着しましたね。はい、そしたら電源を入れてください。はい。パッドを患者の胸に装着してください。ランプが点滅しているソケットにパッドのコネクターを接続してください。AED の使い方もわかりますか？教えてもらっていいですか？はい、まずですね、電源を入れたらパッドを装着してください。コネクターを接続してください。パッドを胸に貼ってからコネクターという部分を本体に差し込みます。はい。はい。あとはですね、AED の言う通りにしてください。はい、わかりました。はい。で、AED が触れてください。心電図を解析中です。心臓マッサージしてください。患者に触れないでくだ触れないさい。でください。はい、今離れてください。はい。ショックが必要です。充電中です。全員患者から離れてください。電気ストップを押してください。はい、今全員離れてます。ショックを実行します。そしたらボタン押してもらっていいですか？はい、離れてください。はい打ちます。ショックが完了しました。一ボタンを時押されたら中断中ですぐにまた心臓マッサージお願いしす。必ます。要ならはい今継続してます。人工呼吸をしてください。救急車到着までどのくらいかかりますかね？あとですね、2、3分で到着します。わかりました。すみません。はい。変わることできます？はい、すみません。じゃあ、あと10くらい変わります。はい。 1、2、3、4、5、6、1、8、9、10。では、このままつなげておくので、わからないことがあったら聞いてください。はい。30回やったらしてください。こちら、家の玄関とか開いてますかね？大丈夫ですかね？あ、何ですか？もうすぐ救急隊が着くので、誘導をですね、一人お願いしたいです。あ、わかりました。そしたら誘導行ってもらっていいですか？あ、わかりました。あと10回ではいます。はい、そしたら救急隊来ました。あ、わかりました。あと救急隊引き継ぎます。ありがとうございました。はい、そしたら引き継ぎますね。はいはい、お願いします。はい。そしたらこれで交代ということでなりますので。はい。はい。ありがとうございました。ということで、私消防にいたんですけど、やっぱいざですね、本当の119をこう押してするっていうのはやっぱ緊張感がありました。声を聞いてその通りに従うということだけで、こうも心強いのかというのを身をもって分かりました。応急手当指導員認定証を授与します。小田誠志郎様、上記のものを応急手当指導員として認定します。令和7年3月28日、消防庁川崎学。はい、お疲れ様でした。ありがとうございます。はい。この応急手当指導員認定書というものがいただけます。はい、今回小田さんには応急手当指導員受けてもらいました。画面の皆さんには応急手当講習会、あとは普通救命講習会というのもあります。近くの消防署の方に問い合わせをしていただいて受講することができるかと思います。料金はかかりません。普通救命講習会に関しては小児だったり乳児だったり詳しく学ぶ機会がありますので、ぜひそちらを受講していただいて応急手当の技術を磨いてもらって勇気ある方になってほしいと期待をしております。
何か行事に関しては今インスタとかそういったものでアピールはしてるんですけど、奥深い現場のことだったりそういったものってなかなかアピールするタイミングがないので、やっぱりもともとこういう職場で働いていた小田さんの方に動画とか撮ってもらって発信をしてもらえれば、もっと私たちの仕事っていうのがどういったものなのかなっていうのがうまく発信できていける一つのアイテムになるのかなと期待しています。そういうYouTube っていうのは僕らみたいに制限が少ないんで、自由にやっていいんじゃないかなと。質問したいことは事前にいくつかはやっぱり考えていた方がよくて、お話の中でおそらくまたこういうこと聞きたいとか思うことがあると思うんで、そこは深掘りして聞いていくというのがいいのかなと思います。ありがとうございます。はい活動自体が本当に面白いと思うし、すごく注目していきたいと思うので、もう負けずにどこでも突っ走っていくようなパワーを持って頑張ってほしいと思います。応援してます。ありがとうございます。もうプロの言葉を胸に頑張っていきます。はい。というわけで無事に応急手当指導員認定書、こちらいただきました。久しぶりの消防本部でとても緊張しましたけれども、とても勉強にもなりました。この動画を見てバイスタンダーとして一歩踏み出す勇気に変えてもらえると嬉しいです。それでは次回の動画でお会いしましょう。日本消防を応援する男、清志郎でした。決めた。おいがみんなの心のバイスタンダーになる。